タイプのオファーさせていただきます。弊社金融サービスを提供しておりますので、オフィサーは取引を希望する場合、任意のタイミングで取引金額を提示してオファーを行う。またオフィサーは最終的にオファーをしないというノットオファーを選択することも可能。逆にプレゼンターはオファーされた金額の交渉や拒否、さらには複数のオファーを受けることも可能である。各種、専門学校さんを踏まえて、どうしても入りたいけれども、最初の入学金が払えないとか、授業料がなかなか一括で払えないというお客様向けに、各種ローンであったり、クレジット決済のサービスを提供させていただいておりますので、商談とはなかなか難しいんですが、それは金額ほぼ無料なんで、ただどうしてもクレジットに対する手数料というのが、一部かかってくると思います。3% から 5% ぐらい代金に対して、かかってくるかなというぐらいの感覚ではあるんですけども、弊社のサービスの中で審判とクレジットの分割サービスがありますので、一括でね、御社の方に入金できるので、弊社のサービスをご提案させていただければいいかなというふうに考えています。ありがとうございます。一番そうですね、愚直に欲しているものであったりはされてしますね。セルフテストってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。やっぱ自分の見せたい自分と見られてる自分ってかなり違うので、どこで成果を上げる測るのも難しいと思うんですけど、プロデューサー側やりたいっていう人も結構いるんですよ。他社との差別化で、うちの生徒さんの中でプロデュース得意にしている人にプロデュースしてもらうこともできますよ、音楽の中でみたいな。面白いんじゃないですかね。ボケとツッコミを。どっちも実績になりますしね。ある程度そのボケの数とツッコミの数が割と揃うといいなとは思うんですけれども、その際にプロデューサーの側の市場の方がよりニッチだったりはするなっていうのはマーケティングやってて感じるので、人数が合わないと。それってプロデュースって言っちゃうとすごくニッチになりますけど、 SNS での運用とか言い方を変えれば募集枠広がると思いますよ。例えば写真の加工の仕方とか音楽の入れ方とか、ああいうのだけでも習いたい人いっぱいいるし、うちのスタッフでもそこだけを、オンライン講座でね受けてるという人間もいるので、プロデュース専門よりもちょっと言い方を変えればなんか集まりそうな気しますけどね。そういった小倉さんの会社の社員の方がスクールに通われてるみたいなのと同じような形で、法人の福利厚生だとか従業員を育てるみたいなものの一環で法人と契約してもらって、そこにコースを提供する。で、楽曲の制作もそうだし、音楽を入れる技術みたいなところを育成してあげて、法人の SNS の運用のお手伝いとかをやったりもできるかなと思います。でそもそもSNS でバズるって書いてあったんですけど、どの SNS かって決まってるんですか？実際その歌ってみたっていうのでバズっているのでいくと、発端はやっぱり TikTok が多いかなと思ってまして、ショート動画のような形で Instagram だったり、YouTube のショート動画にも素材が転用されてたりとかでって感じですが、最初にバズるのはやっぱり TikTok が一番多いですかね。ターゲットは年齢層とかあんまり決まってないっていうのはあったと思うんですけど、どちらかといったら若い人の方が多いみたいな感じになってくるんですか？結果として顧客の数はそちらの方が多くはなるかなと思います。そしたらちょっと自分からオファーさせていただきたいんですけど、大学生限定の歌うま選手権みたいなのできたらいいんじゃないかなっていうのをオファーさせていただきたくて、ターゲットが若いっていうところもあってかなりマッチするかなっていうところと、費用といたしましてはエントリー費にいくら取るかだったり賞金にいくら取るかみたいなところで結構変わってくるっていう前提はあった上で、50万円前後になるかなっていうのを思ってます。それをやって2人ほど入会者が増えればいいですね。何人規模にするかにもよるんですけど、結構ペイしるんじゃないかなっていうのは思いました。その方々にのど自慢大会みたいなのをしていただくとして、チャンピオンとか勝った方々が得られる便益みたいなものが、競合のそのオーディションサービスとかですと合格したらいろんな支援をしてあげるよ、でもお金を払ってねっていう感じなんですけれども、同じような形ですか、想定と。そこはもちろん相談の道ではあるんですけど、優勝者には例えば御社のサービスを無料で提供して、実際にその方が伸びてくれれば御社の実績にもなるわけじゃないですか。で、認知度が上がってっていうのがお互いの利益にもなるかなっていうのが、結構似たような感じの集客の仕方をそういうオーディション系のサービスもされているので、我々がどう集客の段階で差別化できるかとかがちょっとイメージは湧いてはいないんですけれども、著名人とかをやはり呼んでいたりもするので、集客のところは考えなきゃいけないなと思いつつ、そこでいい人を集めて実際にコンテンツマーケを教えて、その人をバズらせることができたらかなりいいマーケティングにはなるかなっていうのを思ってました。ちょっと僕からもオファーさせていただければと思うんですけど、今やっている
X チャンネル TV が男女でいうと本当 50%、50% ぐらいの視聴者を抱えていて、年齢層でいうと、一番多いところが25歳から34歳、2番手が18歳から24歳と35歳から44歳みたいな、このチャンネルが放送枠の販売っていうのをしていまして、僕から、提案させていただきたいのが X チャンネル TV の月1回の配信で50万円。チャンネルに投稿するメリットとしては、今もちろん一から運用していくっていう手もあるかとは思うんですけども、なかなかそれだと時間がかかるというのと、ターゲッティングもその投稿しながらしていくような状態になるので、 X チャンネルに出していただくことで、ある程度どの層に刺さるかっていうのが、ある程度決まった段階でできるっていうのが一つ、もう一つは僕自身がそのカラオケの番組っていうのをやっていたというのもあるので、番組の例えば企画として音楽の大会みたいなのをやったとすれば、そこに募集者を募ってもいいですし、御社のその事業の集客の一環としてこのチャンネル登録者15万人いるチャンネルに出れますよっていうのを期待した上で集客していただくのは、同じような事業体やられている方にはやっぱないメリットの一つにもなってくるかなというふうに思っておりまして、あれよくテレビ番組とかで歌を歌って音程外れてないとか点数出る番組あるじゃないですか。ああいったものって収録現場に何かを持っていってると思うんですけど、ああいう機材って簡単なもんなんですか？例えばカラオケ行くと点数が出るし、なんか音のこれも出るでしょ。でもテレビとかでやってるのってどこかで収録してるじゃないですか。でつまりああいう機械って外部にどっか持って行って誰歌ってるんですかね。あれはカラオケの会社と協力していて、その番組独自のデザインをして出してることもあるんですけど、基本よくある、ダムとかジョイサウンドとかっていう会社さんに協力いただいて、その機械を収録現場に持ち込んでる。そこに協力してもらわないと持ち込めない。そうです、それは持ち込めないです。パッと思ったのが、プロモーションのやり方として一般の人から90点以上の人でこうやってって呼び込むの難しいで、学生イベントお得意なのであれば学園祭とかでそういう企画を持ち込んで、そこから視聴者出してやると面白いんじゃないかなというふうに思いますけどね。で、学園祭に外部の企業さんが出展するのにどれぐらいの費用がかかってあるのかがわからないけれども、学園祭で結構収益目的の外部が入ってくる、結構なかなか OK 出す学校ってない気がしますね。そうか。でも学校に学校の企画を持っていくから厳しいかも。若い子たちが集まるところで御社がイベントするような機会を作ることがあれば、そこに出てくる人って多分誰かに聞いてほしい人でしょ。承認欲求が高くて自己顕示欲が高くて、でそこで上手い人たちにこういうのをやってます、でうちのプロデュースを勉強してる人たちとマッチングできますみたいなことをやると、入学者数増えるんかなとか思ったりします。先ほど大学生の向けのイベントみたいなご提案いただいたかなと思うんですけれども、御社のどういうそのアセットとかチャンネルでそういうことができるような形になるのか。自分が現役の大学生っていうのもあって、かなり現役の学生とのつながりだったり、周りの学生起業家とかも学生の集客みたいな事業をしているつながりがかなりありますので、っていう部分のアセットでかなり強みはあるかなと思ってます。じゃあすみません、私の方から今ターゲットにされてる生徒さんの層とかって、今会社員やってるけれども副業とかで違うビジネスをやってみたいとか、現状に満足してないようなすごい意識高い方がすごい多いのかなっていう印象があって、うちも自社でやってるサービスが卵子凍結のクリニックの紹介サービスなので、 SNS のフォロワーとかがほとんど20代30代の夢がある女性とかなんですよ。なので、そういった方に向けて一緒にセミナーをさせていただいたりとか、弊社でブライダルチェックの検査キットも販売しているので、そういうのも一緒に抱き合わせで御社の商品とかとくっつけて販売して、逆にキックバックみたいな形でお渡しするみたいなことも可能なのかなと思いました。ごめんなさい、ちょっと逆ですね。そういった女性の方々っていうのはその意識が高いとして、その向かうベクトルってこういう歌みたいな、どこまでいってもファジーというかちょっとクリエイティブな領域なのか、もうちょっとバリバリのそのキャリア的な方なのか。すごいいろんなパターンがあるかなと思ってて、多分一番最初に思い浮かぶのってもうバリキャリみたいな層だと思うんですよ。ただ実際に今事業をやっていて、お客様の層をいろいろ分析してみると、これから海外留学に行きたいとか、
勉強のために海外に飛び立ちたいみたいな人もいますし、それこそ歌手とか作曲家みたいなものを目指して、なかなか出産の時期って早めることができないというか、その仕事をしていると家庭を持ったりとかするのが難しいっていう女性も一定数いらっしゃいます。歌って結構狭い領域かなとは思うので、実際その御社が抱えられている顧客の中で歌の方に結構ベクトルが向いてる方が結構いらっしゃるのであれば、提案いただいた価格モデル的には一番やりやすいなと思ってはおりまして、成果報酬のキックバック型だと思うので。そうですね、ごめんなさい、さっきなのでちょっと言い間違えちゃった気がするんですけど、なので抱き合わせで販売するってなった時に、逆に御社の商品に合わせてこちらもくっつけさせてもらったりとかする形でキックバックするっていうのはあり得るかなと思っていて、あと今すでにいる SNS のフォロワー向けっていう形だと、例えばなんですけど、まだアンケートとかもし取られていないようであれば、御社の製品に関してどういうふうに思うのかみたいな詳しいアンケートみたいなものもうちのフォロワーの方に対して取らせてもらうことも全然可能かなと思ってます。今少し思っていたのが、歌をみんなに聴いてもらいたいっていう歌うま層が本当にこの40万円から100万円ぐらいの金額を自分で払ってスクールに通うのかっていうのが少し私は疑問かなって感じていた部分であって、私の方からもオファーいいですか？うちが大学生のインフルエンサーを結構扱っている会社だったりするので、大学生で40何万も払える子がいるのかっていうところは若干ありつつ、でもうちでもやっぱ歌いたい、 SNS 勉強したいみたいな学生すごく多いので、そういう子たちとコラボして費用で言うと一旦仮で、じゃあフォロワー1万人の方でインプレッション数が1投稿1万ぐらいある人で、だいたい1投稿2万円ぐらい、週2回の月12本投稿1名あたり24万円ぐらいでうちのインフルエンサー起用していただいて、そのインフルエンサーも誰でもいいわけじゃないじゃないですか。その子のキャラクターだったりとか、ちょっと意外性があるものだったりとか、多分そこがすごく大事だと思うので、そのあたりのインフルエンサーの選定だったりとか、キャラクター作りだったりとか、そういうところもうちとしても実績作りとしてもその子自身の実績にもなるしっていうところで、弊社としては積極的にそういうところにうちのインフルエンサーを出していきたいっていうのもあるので、ご検討いただけたら嬉しいなと思います。はい。4名のオフィサーからのオファー、プレゼンターは果たしてどのオファーを受けるのか。はい、私はのぼりさんの放送枠のオファーに魅力を感じました。ありがとうございます。大前提としてオファー以外にもたくさんいいアイディアをいただけて大変ありがたかったですけれども、やはり認知の拡大というものを主語に置いた時に、インフルエンサーさんだったりとか大学生さんを集めたイベントみたいなところが対抗馬になったかなというところではあるんですけれども、やはり大学生はおそらく金銭的にターゲットにならない可能性が今のところ高いかなと思いますので、そういった方々を主役にして認知の拡大をした時に、もしかしたらちょっと価格帯とブランドのその乖離みたいなものが生まれるかなというふうに考えました。この放送枠の話はターゲット層に対する認知施策にもなるかなと思ったのと、歌の企画みたいなのをやって、そこにうちでちょっと成長した生徒が何かの条件を満たしたら出演できるみたいなところとかを魅力づけできると、それ自体が集客の誘い水みたいなものにもなるかなとも思いましたし、総合的にいいなと思いました。今回はちょっと私のオファーは受けてもらえなかったんで、ちょっとやっぱ悲しかったですけど、セルフプロデュースっていうのはすごく必要なスキル。うちの会社のインフルエンサーの子たちにもセルフプロデュースを見つけましょうっていうテーマで結構イベントやったりとか再々言ってたりするので、そういうところを目指してる子たちにちょっと個人的にこういうスクールあるよっていうのは教えてあげたいなって思いました。石井さんも現役の大学生ということで、大学生向けの企画を提案されてたので、ちょっと近しいものを感じたのでいいなと思いました。僕の授業とは結構かけ離れたエンタメ系授業だったんで、なかなかうちからね提案することがなかったんですけれども、授業料とかはね本当にもうちょっと
間口を広げるという意味でもお客さんが入りやすいようなお金の支払い方法っていうのを整備されたら、なかなか悩んでるけどっていう人も顧客としてね囲い込めるんじゃないかなというふうには、思ってご提案させていただいたんですけれども、振られてしまってですね、非常に残念な思いでいっぱいです。入学費用一括払いだけだとどうしてもお金がその時ない方は払えないので、弊社のローンサービスを使っていただくと1年間の授業料が40万だったら40万を20回払いで払おうとかで、そうすると、月々1万円とか2万円で済むようになるので、月々1万円だったらアルバイトの中から入られるなというような人も顧客として囲い込める。メディアを持ってる人はやっぱり強いんでね、僕でもそっちの方を取ります。まず商材としてかなり面白いなっていうのが思ってて、 SNS の力が強くなっていく今、ちょっと得意な人が歌う力もつけて、自分で SNS でバズらせる力もつけて、とてもいいなっていうのがまず思いました。自分の提案として、大学生向けのコンペみたいなのを企画するってやつだったんですけど、確かに大学生だと費用感が合わないかなっていうところもあるので、というところでYouTube の出演枠っていうところを選ばれたのはめちゃくちゃ良かったのかなと思ってます。SNS って具体的に何使ってるんですかって質問に対して TikTok だったりインスタのリールみたいなところが出てきた時点で、これは若い人の方がターゲットになるかなっていうところを思って、そのタイミングでオファーさせていただいたっていう流れです。音楽系のサービスは私も全然知見がなかったので、こういったサービスってそのまま趣味みたいなニーズに訴求して売っていくよりも、それを使って稼げるよっていうルートができた上で売っていく方が売りやすいのかなっていうふうに全体通して思いました。正直難しかったですね。相談のご提案させていただこうかなとは思っていたものの、先方のターゲットがまだ明確に理解できてない部分が多くて、でその中で予算感っていうのもかなり限られてはいたので、そこでちょっと明確にご提案するっていうのはまだ早いのかなと思って、今回はやめさせていただきました。